どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはイノベーションの機会と普及です。今回の内容について、1、イノベーションの機会と普及、2、イノベーションを生み出す機会内部、3、イノベーションを生み出す機会外部、4、イノベーションの普及、これらについて説明していきます。1、イノベーションの機会と普及。以前の動画ではイノベーションの定義を説明しました。そのイノベーションが起きる機会や普及に特徴があります。自分たちが考えたイノベーションだけではなく、機会や普及の特徴を理解しておくと解釈や対策が考えられるのではないでしょうか。2、イノベーションを生み出す機会内部。イノベーションを生み出す機会は合計7つあります。それらは組織・産業の内部と外部に生じる事象に分かれます。まずは組織・産業の内部に生じる事象です。1、予期せぬこと。自分たちが予想もしなかった製品が成功することはありますし、慎重に計画実行していたことでも失敗はあります。この時にはイノベーションの機会と捉えて新しいビジネスチャンスを見出せばよいでしょう。2、ギャップ。理想と現実のギャップですね。好景気で需要が伸びているにもかかわらず、自社の業績が乏しい場合は、その需要を満たす新たなサービスが必要です。3、ニーズ。顧客のニーズを満たす新商品と新サービスを開発できれば大きなビジネスチャンスになります。4、産業構造の変化。産業と市場の構造の変化ですね。例えば今までは店舗で購入するのが当たり前だったのがインターネットでの注文のみに変わることなどです。3、イノベーションを生み出す機会外部。組織・産業の外部に生じる事象として、1、人口構造の変化。人口の増減、年齢構成や所得の変化を言います。例えば少子高齢化社会の場合、子どもの人口は減っているので、子ども向けの製品よりも大人向けの製品を作った方がいいのではと検討することも大切ですね。2、認識の変化。消費者の認識が変化することがあります。例えば綺麗な形の野菜の方が好まれると思っていたのが、形はいびつでも良いという消費者が増えた場合はイノベーションの機会です。3、新しい知識の出現。発明や発見ですね。これは分かりやすいでしょう。高品質のリチウムバッテリーが開発されたことで、乾電池だったものが充電式で可能になった製品があると思います。こういうのもイノベーションの機会ですね。4、イノベーションの普及。説明するのはイノベーター理論です。社会学者であるエベリット・ロジャースが提唱したものです。イノベーションによって生み出された製品サービスに対する購買行動の特徴から消費者を5つのタイプに分類しています。それぞれの特徴に応じたマーケティングを実践することでイノベーションを普及させることができるという考え方です。まずはイノベーターです。革新者とも言います。消費者全体の 2.5% です。使わないとわからない製品でも新しい製品は購入して使ってみたいと思っています。専門知識があり、好奇心が旺盛です。自分の価値観は社会の中で相入れないものと考えています。次にアーリーアダプターです。初期採用者とも言います。消費者全体の 13.5% です。専門知識を持ち、旺盛な好奇心のもとで情報収集をして判断します。自分の価値観は社会と調和していると考えており、イノベーションが社会へ影響をすることを予見しています。この2種類はいわゆるマニアで、新たな製品やサービスを自ら試すこと自体に楽しみを感じるそうです。次の2種類です。まずはアーリーマジョリティです。前期追随者とも言います。消費者全体の 34% です。利用することによって効率化やコスト削減などの効果重視です。新商品を購入する際は多くの人に使用されているかの実績重視です。次はレイトマジョリティです。後期追随者とも言います。消費者全体の 34% です。新しい製品の採用には慎重です。他の大多数が使用するのを確認してから試す傾向があります。この2種類は機能面や実績を重視して購入するそうですね。先ほどのアーリーアダプターとアーリーマジョリティには著しい特徴の違いがあります。
そのためアーリーマジョリティでは導入期とは違ったマーケティングの仕方が必要になってきます。ちなみにアーリーアダプターを超えてアーリーマジョリティに展開するのが困難なことを溝になぞらえてキャリズムと言います。最後にラガードです。遅滞者とも言います。消費者全体の 16% です。流行に関心が薄く、一般化した製品やサービスのみを取り入れる傾向があります。製品が成熟し、衰退期を迎えた頃にようやく購入を始めます。これらの特徴を踏まえてイノベーションの普及に対して分析するのはどうでしょうか。今回はイノベーションの機会と普及について説明しました。自社での製品開発や業務改善だけでなく、イノベーションの機会や普及の状態を分析して行動していくのがいいと思います。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。